皆さんこんにちは。マイエムワインのマイです。私は今こういうようなグラス1杯分のワイン、マイエムワインというブランドをプロデュースしております。今日はなぜ世界中の人がフランスのワインに魅了されるのかっていうお話をしていきたいと思います。私もマイエムワインのワインをセレクトする中で、実は今マイエムで扱ってるワインはフランスワインだけなんですね。それにはこだわりもあったりするので、その辺も含めてお話ししていけたらなと思います。ワインってやっぱりすごく難しそうに感じると思うんですよね。種類も多いし、ラベルにも何て書いてあるかわからないし、値段もピンキリだしとか。でも私はワインっていうものはもっと、感覚的で楽しいものだと思っています。その中でもフランスワインっていうのはやっぱり魅力的だなって思いますし、ワインのスタート地点でもあり、やっぱりワイン好きの人がまた戻ってくるところでもあるんですね。今日はその理由を私的に3つに分けてお話ししたいと思います。まず1つ目は土地を感じられるっていうところです。フランスのワインっていうのは実はブドウ品種っていうよりもどこで作られたワインなのかっていうのをすごく大切にする文化なんですね。例えば同じシャルドネっていう品種でもマイエムでも扱ってるんですけれど、シャブリっていうワインはすごいミネラル感があってシャープでキリッとしたワイン。一方でムルソーっていうワイン、こちらも同じくシャルドネを使ってるけど、もうちょっと芳醇でバター感があったりとかまろやかなワインなんですね。同じシャルドネでもそのブドウが育った場所が違うことによってすごく味わいに違いが出るんですね。それがフランスが大切にしているテロワールっていうもので、そのブドウが育った環境、気候だったりその土地だったり日射量だったりとか、そういうものでワインの味が変わるっていうものがテロワールなので、その土地によって味わいが変わること、それをすごくフランス人は大切にしていて、なので同じシャルドネのワインでもそれはどこのワインなのか、ブルゴーニュのワインなのかボルドーのワインなのかみたいなところがすごく重要になってきます。なので、ワインを飲むことって結構旅に似ているなみたいなところもあって、そのワインを飲むことでそのワインが生まれたところの風土を感じることができたりとか、ただ美味しいだけじゃなくてその土地の空気感とかその土地の有名なお料理と合わせたりとか、そういうような楽しみ方ができるっていうところが、まず魅力かなと思います。そして2つ目は長い歴史と文化があるっていうところですね。まずフランスのワインって2000年以上の歴史があるっていう風に言われています。昔修道士っていう方たちが畑とか、その土地を一つ一つ見て、この畑は特別だなとか、このブドウはすごい繊細な味になったとか、そういうものを一つ一つ調べていって何百年もかけながらその畑の特徴みたいなものを観察してきたんですね。なのでそのフランスのワインっていうのはただのお酒っていうよりも、そういうような人たちの観察の積み重ねだったりとか、そういうような歴史になるので、やっぱりすごくロマンがあって私は魅力を感じています。一方で最近はニューワールドのワインっていうのも皆さん耳にするんじゃないかなと思うんですけど、ニューワールドのワインっていうのがアメリカのワインだったりとか南アフリカのワインとか、日本もそうですけど、あとオーストラリアとか、まだまだヨーロッパのワインに比べて歴史が浅いようなワインですね。そういうものをニューワールドのワインっていうんですけれども、やっぱりニューワールドのワイン、もちろんそこにはそこの良さがあるんですけれども、クラシックな味わいとか歴史の重みとか積み重ねてきたものっていうのはフランスワインに感じるものなんじゃないかなっていうふうには思います。そこを飲み比べてみるのも楽しいかなとは思います。3つ目はフランスのワインを知ると世界のワインが楽しくなるからです。フランスっていうのは星のような地図の形をしていると思うんですけど、あの中にはたくさんのテロワールがあるんですね。寒い地域だったり温暖な地域だったり海に近いとこだったり山に囲まれた場所だったり、その環境ごとにそこに合うブドウ品種が育ってきたんですよね。例えばカベルネ・ソービニョンならボルドー、ピノノワールだったらブルゴーニュ、シラーっていうブドウ品種だったらローヌ、
ソービニョンブランだったらロワールみたいな形で、今は世界中で知られているこういうようなブドウ品種が実はフランスで生まれているんですね。なのでやっぱりその原点っていうものはフランスにあると思っていて、フランスのカーベルネ・ソービニョンを飲んだら好きだった。そうしたらじゃあアメリカのカーベルネ・ソービニョンを飲んでみようみたいな形で発展していくと思いますし、フランスで自分の好みのワインを見つけられたら、それっていうのは絶対世界のワインにも転用できるようなブドウ品種になってるので、それもすごくやっぱフランスワインの魅力なのかなっていうふうに思ってます。フランスが一番ワインを作るのに適しているっていうわけではないということですか？やっぱりフランスがブドウを作るのに適していたからこそ、そういう文化が生まれたっていうのは間違いないと思ってて、今最近ニューワールドのワインが出てきてるのは地球温暖化の影響だったりとか、なんかそういうのでワインが作れる場所が増えてきたりとか、そういうのもありますよね。例えば日本だったら北海道とか寒すぎてワイン作れないって言われてたけど、最近は北海道でもたくさん美味しいワインができてたりとか、そういう風にやっぱり時代によって今そういうものが変わってきてるっていうのはあるかもしれないですよね。フランスと同じようにイタリアとかもやっぱりワインを作るのにはすごくいい環境だったりとか、アメリカの、ナパバレーとかも有名ですけど、そういうような気温の寒暖差があるところっていうのは基本ブドウが育つにとてもいいって言われてるんですね。あとは土壌の水はけとかそういうところいっぱいあるんだけど、フランスっていうのはまずそこを文化として最初に作ったところなのかなとは思います。なのでフランスのワインっていう風に知識で学ぶっていうよりも、どういう風に過ごしたいかで選ぶっていうのも私はワインの魅力だと思っていて、例えばフランスの中だったらボルドーだったらクラシックな雰囲気なのでちゃんとしたディナーに合わせるのがいいとか、例えばプロバンスだったら南の方の陽気なイメージなので友達が来るようなカジュアルなランチとかに合うなとか、ロワールのソービニョンブランとかは自然な感じなのでレストランでランチする時に白ワイン頼むんだったらそれがいいなとか、なんか自分の飲みたいそのシチュエーションに合わせてフランスワインを選んでみるっていうのも楽しいんじゃないかなっていうふうに思います。フランスワインを飲んでみたいなと思ったらぜひマイアムワインのセレクションを試してみてください。フランスのワインをいろいろと飲むことによって自分の好みも明確に分かったりとか、そこから広がる世界っていうのがあるので、私はやっぱり初心者の方はまずフランスのワインを飲んでみてほしいっていうのがあります。なのでマイアムのワインもフランスのなんかすごく珍しいとか稀なワインとかを売っているわけではなくて、結構王道なフランスのブルゴーニュだったらこれを飲んでほしいとか、そういうものを集めているので、ぜひマイアムのワインもいろいろ飲んでみていただくと皆さんのお好みとかが見えてくるのかなとは思います。なのでフランスワインっていうのはもう世界中のワインの地図みたいな国かなっていうふうに思っていて、なのでその世界中の人がいろいろとワインを飲んでだとしても最終的にフランスに戻ってくる人が多かったりとか、やっぱり今でもワインといえばフランスっていう風に言われたりとかするんじゃないかなっていう風に思ってます。ということで今日はフランス全体のワインの魅力についてお話ししました。今日の動画でワインって面白いなっていう風に思ってもらえたら嬉しいです。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。今日もありがとうございました。